私は今、信用地方の舞台である北海道でリアルポケモン旅をしています。ゲームのモデルになっている地を回りながら、こちらの超鬼畜な縛りプレイをこなしてクリアを目指しています。今回は、キッサキシティのモデルになっている稚内市や、渚シティのモデルになっている根室市にも行きます。では、リアルポケモン旅をお楽しみください。おはようございます。昨日寝る前は結構涼しかったんですけど、やっぱ朝になると暑くなってきますね。それで目覚めちゃいました。それじゃあ着替えてメイクして、片付けして、今日も出発します。それじゃあ今日は天眼山のモデルになっている日高山脈がよく見える清水丸山展望台に向かいます。調べたらここから高速で2時間半くらいで行けるっぽいんで、運転気をつけて今日も気を入れて行ってきます。清水丸山展望台に到着しました。いや、だいぶ曇っちゃってるんですけど、晴れてる時は天眼山のモデルになってる日高山脈がもうすごい綺麗に見えるらしいんですね。なんで、まあちょっと一応見てみます。いやー、晴れてたらめちゃくちゃ綺麗だったんだろうけど。なんも見えん。いやー、3時間かけてきてこれか。展望台があったので、一応景色を見てみたんですけど、こんな感じで霧が濃すぎて何も映りませんでした。いやー、こんな時に霧笑いが使えたらな。天気が良ければかなりいい景色が見れるみたいです。ただいまー。いやー、ちょっと本当に何も見えなくて残念だったんですけど、とりあえずね、ゲームの中で天眼山に移動しようと思います。じゃあゲーム続きやっていきます。いやー、この前天眼山見に来た時も夕方でね、すごい、なんて言うんだろう。もやがかかっちゃってて、あんまりね、山が綺麗に見えなかったんですよね。じゃあ野生のポケモンに合わないようにシルバースプレー使っとこうかな。よし、オッケー。ここは怪力かな。なんだろう。ロックカットを見つけた。まあ、あんまり使わないかな。ここは結構怪力とか、あと岩砕きするとこが多いみたい。なんかあっちにも怒ってる。鼻向けの紐か。上に行けそうだよね。めっちゃ霧だ。すごい、さっきと同じ状況。じゃ、霧払いして。ありがとう、ムクホーク。ここも怒ってる。結構落とし物いっぱいあるな。星の砂を見つけた。いいね。あれ。これどうやって消すんだっけ。消えた消えた。元気のかけらを見つけた。いいね。結構使えるの怒ってるね。BP マックス。うわ、めっちゃ助かる。また PP マックスだったらいいんだけど。光の粘土か。まあ、これもいいね。あっちの右奥も取りに行きたいけど、戻ればいいのかな。
回復の薬を見つけた。いいね。これは柔らかい砂を見つけた。おお、これ確か地面技 1.2 倍だった気がするから、カバオに持たせようかな。じゃあ、この上かな。お、出口か？お、出口だ、出口だ。おー、すごい。一気に雪景色だ。おー、すごい。じゃあもしかしたら氷タイプとか使ってくる相手いるかもしんないから、彦村戦闘にしとこうかな。よし、オッケー。あれトレーナーだよね。いけない。お、エリートトレーナーかな？何のポケモン使ってくるんだろう。エリートトレーナーのユーマが勝負を仕掛けてきた。お、エテボースか。なんだ、全然氷タイプじゃなかった。じゃあマハパンチ、いけ。よしよし、オッケー。氷タイプ使ってこないのかな？お、カバオがレベル28に上がった。突進か。いいかな。あられ。そっか、雪降ってるもんね。次はユンゲラか。そしたらコリムルにしようかな。じゃあ、噛み砕く。レベル差的に多分一発で落ちるんじゃないかな。よしよし、オッケー。いや、みんな結構レベル上がってきたから、レベル差もあってすごい楽勝だったね。2380円ありがとう。なんかすごいところにトレーナーいるな。あそこどうやって行くんだろう。この人も氷タイプ使ってこなかったな。あそこの建物なんだろう。ロッジ雪まみれ、暖かいベッドありますだって。なんだろう。本当にベッドだけある。ベッドで寝泊まり自由。じゃあベッド使ったら多分回復しちゃうから私はいいかな。いや、すごいな。めちゃくちゃ雪深い、ここ。結構視界も悪いし。またトレーナーかな？ロッククライムね。いや、まだ持ってないんだよね。どこでゲットできんだろう。待って、全然ここ進まないんだけど。ずっとこんな感じ？よかった。ブロムヘキシンを見つけた。いいね。防御の努力値上げられるやつだ。こっちはあられだ。なんか雪の中にポツンとあって結構見逃しちゃいそうだね。まだある。ロッククライムだ。すごい。こんなとこにポロンと落っこってんだ。見逃しちゃってたら大変だったね。よかった。ここはなんだろう。看板ないからお家かな？お家っぽい。お邪魔しまーす。この人がロッククライム落としちゃったんだ。そこで見つけたの？ありがとう、くれるって。つららのプレートをもらった。ありがとうございます。いっぱいもらっちゃって。プレートに与えた力倒した巨人？何それ？大昔のものらしいなって。なんかで使うのかな？あとは、あっちにもスキーヤーいる。いや、本当に誰一人としてコールタイプ使ってこないな。よし、じゃあ回復しとこう。よし、オッケー。あそこに看板あるけど、この先エチコかな？じゃあ一旦ゲームはここまでにしておきます。よし、じゃあこの次は、エチコのモデルになってるクッチャロコを目指します。この前のリッシュコのモデルはクッシャロコだったんですけど、エチコのモデルはクッチャロコっていうまた別のとこにある湖みたいです。ここからはね、なんとまた5時間半かかるみたいです。いやー、今日もしんどいなー。ていうかそろそろね、走行距離もすごいことになってて、車のエンジンオイルも交換しなきゃいけないんですよね。旅を始める前にも交換してから来たんですけど、さすがにね、こんだけ毎日道内走り回ってたらそりゃ何千キロっていっちゃうよね。よし、じゃあ気合い入れてまた5時間半頑張ります。
お腹が空いたので朝ごはんを買いに来ました。毎日おにぎりばっかりだったんで、今日はシュガートーストにしてみたんですけど、セイコーマートはパンのレベルも高かったです。お腹も満たされたので、クッチャロコを目指します。だいぶガソリンが減ってきたので、ガソリンを入れていきます。約4300円分入れて満タンになりました。それでは再びクッチャロコを目指します。H コのモデルになってるクッチャロコの目の前の駐車場に到着しました。いやー、ナビでは5時間半って書いてあったんですけど、ガソリン入れて、あと小麦に寄ってたら、実際ね、7時間かかっちゃいました。いやー、疲れた。で、しかも途中まですごい天気良かったんですけど、クッチャロコに近づくほどにすっごい曇ってきちゃってて、ちょっとね、今日は天気に恵まれなくって残念だったんですけど、せっかくなんでクッチャロコ見に行ってきます。この湖が H 湖のモデルになっているクッチャロコです。天気が悪くて残念なんですけど、霧で全く見えないわけではなかったので、とりあえず良かったです。ゲームの中では、この島の中にユクシーがいます。ちなみに私は3体の中でユクシーが一番好きです。天気が良ければこんなに綺麗に見えるみたいなので、今度北海道に来るときにリベンジしたいです。ただいまー。いやー、晴れてたら絶対綺麗だったのにな、ここも。でも曇っててもすごい綺麗なところなんで来れてよかったです。いやー、いつかリベンジしたいなー。それじゃあゲームの中でもHコに移動します。それじゃあゲーム再開してきます。いや、もう本当にことごとく景色がいいとこに行くと天気悪いなぁ。バトルだ。ポケモン勝負？なんかポケモン勝負に慣れてない感じの人なのかな？あれでもエリートトレーナーだ。さっきめっちゃ削ってたのに。ロゼリアを繰り出した。じゃあ彦摩呂戦闘とかちょうどいいね。じゃあ火炎車。よしよし。毒のトゲ持ってたんだ。毒っちゃった。じゃあ次はなんだ？アズマを送り出そうとしている。じゃあこれまで行ってこい。行け。よしよし。2516円。やったー。結構吹雪いてるなぁ。Hコのほとりだ。じゃあ回復して。いや、銀河団いるってことは、当選馬されて今はいけない感じかな？やっぱそうみたい。じゃあどうすんだ？じゃあ、喫茶キシティに進んでまた戻ってくるのかな？そっか、せっかくクッチャロコまで来たのにな。ハイパーボールを見つけた。あんまり使うことないけどね。あれフレンドリーショップかな？じゃあこの先喫茶キシティっぽいんで、じゃあ一旦ゲームここまでにしておきます。じゃあ H コにまだ入れなくって、先に喫茶キシティに行く感じっぽいんで、私も喫茶キシティのモデルになってる稚内に移動します。で、調べてみたらだいたいここから1時間半ぐらいで稚内の駅に着けるみたいなんで、あともう少し頑張ります。
キーサキシティのモデルになってる稚内の駅の近くに到着しました。稚内といえば北海道の最北端なんですよね。いや、すごいな。とうとう北海道の一番上の端っこまで来ちゃいました。それじゃあ日が暮れちゃう前に辺りを散策してこようと思います。JR 稚内駅に来ました。稚内駅は日本で最も北にある駅なので、北の終着駅になります。稚内駅にもポケフタがあったんですけど、なんとここのポケフタはアローラロコンとアローラキューコンのポケフタでした。このポケフタもめちゃくちゃ可愛いですね。稚内駅の近くにある海に行ってみると、キーサキシティにもある重機があったり、バトルゾーンに行くための大きな船もあったので、まるでゲームの世界に入り込んだみたいです。海沿いを歩いていると、防波堤ドームがありました。この防波堤はキッサキ神殿にそっくりな見た目をしているので、おそらくここがモデルになっているのではないかと思います。ゲームのマップを見てみると、ここがキッサキシティです。実際の北海道の地図と見比べてみたところ、少し位置は違いますが、最北端にある町という点は一致しています。お腹が空いたのでご飯を食べに来ました。こちらのお店では、稚内の新鮮な海の幸を堪能することができます。せっかく稚内まで来たので、ウニイクラ丼を食べちゃいます。ウニもイクラも今まで食べた中で一番美味しかったので、もう本当に最高でした。稚内は遠いんですけど、これだけを食べに来る価値があるぐらいめちゃくちゃ美味しかったです。あと、大好物の生牡蠣も注文しました。ポケモン広島旅以来の生牡蠣だったんですけど、ここの生牡蠣も美味しかったです。いやー、ウニイクラ丼めちゃくちゃ美味しかったです。今まで食べたどのお店よりもね、ダントツでした。いや、稚内来たらね、絶対またここに行きます。それじゃあね、この後はお風呂に入って、で、今日休憩する場所に移動しようと思います。駅から10分ぐらいのところに銭湯があったので、今日はここでお風呂に入っていきます。北海道最北端の宗谷岬に到着しました。なんか結構風がね、ビュービュー言うぐらい強くって、ちょっと寒そうなんで、急いで準備してます。いや、結構風冷たくて寒かったです。すごいな。やっぱり最北端だからですかね。じゃあ8泊のセッティングもできたんで、ゲームの中でもキーサキシティに入ります。それじゃあゲーム再開します。いやー、キーサキシティどんな感じなんだろう。氷きらめく冬の街だって。おー、なんか素敵だね。BGM もなんかすごい寒そうな感じがして雰囲気と合ってるね。ジムがあるけど、先にフレンドリーショップでね、使ったお金の生産しようと思います。そしたらまずは、朝塚と高速が620円なんで、四捨五入して600円。あと朝食べたパンが203円だったから四捨五入して200円。ガソリンが四捨五入して4300円だからいい傷薬が4200円と、あと毒消し1個でこれで合計4300円。海鮮丼が約6600円だから、6000円と、よし、これで合計6600円。最後にお風呂が500円だったんでシルバースプレーを買って、よし、OK、生産完了。じゃあこの後は、ここら辺の地下洞窟で雪嵐が捕まえられるっぽいんですよ。で、この前ポケセンで雪嵐のポケモンフィットをゲットしてるんで、ちょっとこれから捕まえに行こうと思います。探検セット、あったあった。これでね、地下大洞窟に潜って、はい、入ります。あ、レポートするんだね。オッケーオッケー。雪嵐を雪目の子にしたいから、メスじゃないといけないんだよね。いや、すぐ見つかるといいな。お、いたいた。お願いメスにして。もうカバオの二の前はやだよ。
カバーはもう1時間ぐらい探し回ったんだよね。いやー、頼む。お願い。精神力だから攻撃下がんないや。そうだ。メスだ。やった。じゃあ絶対倒しちゃダメだよ、コリマル。じゃあ、放電。コリマル手加減してね。よし、いいね。氷の息吹。結構入るな。急所か。じゃあもう一回放電でいけるね。大丈夫だね。これまだ急所ダメだよ。よし、上手。いいね。すごい。これまる避けたの。かわいい。よし、じゃあ捕まえよう。雪嵐仲間になってくれ。頼む。どうだ入るか。ダメか。いいよ。全然モンボ使わないからいっぱい余ってるからね。いくらでも使っちゃうよ。次こそ入るかな。どうだ入れ。やったー。いやー、カバーの時ほど時間かかんなくてよかったー。ニックネームどうしよっかな。雪嵐が雪目の子になるから、なんだろう。あれ待って。ミスっちゃった。ニックネームつけ損ねちゃった。まあ、いっか。じゃあ、早速、目覚め石使って雪嵐から雪目の子にね、進化してもらおう。いや、雪嵐、しべっちゃ雪に本当にそっくりだよね。雪目の子かわいい。もともと雪目の子好きだったから、この前ポケセンでね、フィット書いてほんとよかったな。普通にポケモンフィット欲しかったし。たたり目を覚えたい。いいね。これは絶対覚えさせたいね。じゃあ、嘘泣きを忘れさせよう。雪目の子は新しくたたり目を覚えた。よーし。そしたら切先ジムに行っちゃおうかな。多分ジム戦は氷タイプ使ってくるよね。まあでも彦摩呂がいるから余裕だね、きっと。じゃあジム戦の前に回復しとかなきゃ。よし、オッケー。切先ジムはどんな感じだったかな。めっちゃ雪玉ある。なんかここも結構複雑そうだね。置かれてる邪魔な雪玉。氷の上を滑って壊すんだ。面白そう。すごい滑る。でもぶつかるだけじゃ壊れないんだ。面白い。この白いところは止まれるんだね。じゃあこれ行きたいところに行くのすごい難しくない？どんどん滑ってっちゃうもんね。いやー、結構時間かかりそうかな。何出してくんだろう。ペリッパ。水タイプ使ってくるんだ。じゃあ彦摩呂じゃなくってコリマルに変えないと。おそらく氷タイプが来ると思って炎タイプを先頭にしてくる人多いと思うからさ、これは騙し討ちだね。じゃあせっかく出てくれたけど彦摩呂変わろう。行ってこいコリマル。レイビだ。どうだ？よし、オッケー。じゃあ放電だ。さすがに一発で落ちるかな。どうだ？よし、いいぞー。コリマルが48レベルになった。ワイルドボルト覚えたい。どうしようかな。ワイルドボルトの方が威力は高いけどな。いやでも自分もダメージ食らうし、スパークの方が PP も多いしな。いやでも放電かな。放電15しかないもんね、PP。そうしよう。やっぱりね、PP が枯渇しちゃうのが一番きついから、よかったと思う。カバーも32レベルになった。吠えるを覚えたいって。これはいいかな。次はゴルダックだ。じゃあこのままコリマルでいいね。レベル的にも全然余裕だ。そしたら、ワイルドボルト使ってみるか。よし、いけ。いいね
割と反動あるな。まあでも貝殻の鈴があるからトントンぐらいかな。次はハガネル。また氷タイプと全然関係ないじゃん。じゃあカラちゃん行ってこい。じゃあ PP 大事にしたいから水の波動でいけ。頑丈で耐えちゃうか。しかも急所だったのに。アイアンテール。カラちゃんに当たんなかった。ナイスナイス。じゃあもう一回水の波動。これで最後だね。いや、レベル3って結構楽勝だったね。2516円もらった。ありがとう。じゃあ回復して。よし。じゃあこれどうやって進んだらいいんだろう。なんかちょっとでも間違えたらさ、すごい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 。気持ちいい。じゃあここ壁にぶつかって、いけるね。よしよし。じゃあ、これ、なんかぶつかっても壊れない雪玉あるよね。これも壊れない。どうやって行ったらいいんだ？下降りれちゃった。これ下行きたい。下行きたい。じゃあ、ここ下って、壊れた。じゃあ、回復して。なんか勢いがついてると雪玉が壊せるっぽいよね。多分こっからまっすぐジムリーダー行けるはず。いけるよね。やっと着いた。よかった。楽しかったけど、ここもすごい時間かかっちゃった。鈴菜さんだ。そっか、木崎ジムのジムリーダー鈴菜だったんだね。よし、じゃあ対戦お願いします。何使ってくるかな。さすがに氷タイプだろうね、きっと。ジムリーダーの鈴菜が勝負を仕掛けてきた。雪かぶりだ。よかった、ジムリーダーまで水タイプとか出してきたらさ、じゃあこのジム何ジムだよとなっちゃうもんね。じゃあ火炎車。これを一発だね。いけ。よし、オッケー。次はニューラか。じゃあこのまま彦摩呂で次も一発で落とせそうだね。じゃあそしたらマハパンチ。よく波持ってる。じゃあそしたら一発じゃ無理かな。よかったよかった、オッケー。いやそっか、木の実持たしてんのか。レベル差もあったしよかった。次はチャーレムか。全然関係ないの来た。そしたら、雪目の子いけるかな。まだね、あんまりレベル高くないけど、まあいけるでしょう。いけ、雪目の子。かわいい。なんか雪目の子の後頭部ってさ、玉ねぎみたいでそこもかわいいよね。じゃあ、たたり目。あんまりレベル差ないけど、どれぐらい入るかな。どうだ。まあ、いいね。岩なだれ持ってんだ。やばい。そっか。岩なだれ持ってたか。ごめんね、雪目の子。初バトルでやられちまった。じゃあ、そしたら彦摩呂で。頑張れ、彦摩呂。いや、雪目の子にはかわいそうなことをしちゃった。そしたら、じゃあ、火炎車。回復の薬使ってくる。全回復しちゃったか。火炎車。どれくらい入る？まあ、次落とせる。じゃあ次も火炎車だ。いけ！よし、あと一匹だね。最後はなんだろう。雪の王だ。進化前と進化後揃えてるって相当雪の王好きじゃん。かわいい。雪の王送り出した。雪のエフェクトかわいい。いいな、それ。じゃあそしたら火炎車。どれぐらい入るか。どうだ。一発だ。彦摩呂ナイス。
よしよし、これでバッチ7個目だ。わあ、やったー、鈴菜との勝負に勝った。すごいんだ。ちょっと尊敬するかも。おー、賞金として5208円ももらっちゃった。やったー。押し切られちゃった。そうだ、これあげないと。うわー、嬉しい。いや、もう残すところあと1個だ。グレーシャバッジをもらった。やったー。グレーシャバッジでポケットの秘伝技からロッククライムが使えるの。あとこれもどうぞ。あ、シールももらった。これさっきの雪の王が使ってた雪のシールかな。お、技マシン72を手に入れた。これは雪のだれだ。うん、攻撃ダメージを受けたらなんと技の威力が2倍になる。お、いいねいいね。じゃ、回復しとこう。よし、じゃあこれでまたイチコに戻るみたいだから、そのまま行っちゃおうかな。まあ、実際にクッシャル湖に行くのは明日になるんですけど、もう真っ暗だからね。まあ、とりあえず、H 湖のほとりの、あそこの入り口のとこまで行こう。あ、入れそうだね。よし、じゃあこの先 H 湖なんで、今日は一旦ここまでにしときます。ちょっと手こずっちゃったんですけど、無事雪わらしゲットして、雪目中に進化できました。でもね、名前付け忘れちゃったんで、生命なんとかのおじいさんでしたっけ？あの人がいるところにね、もし行く機会があったら名前付けたいな。よし、それじゃあ歯磨いて寝る準備します。ポタ電の残量が残り 4% なので、明日は絶対に充電しに行こうと思います。それじゃあね、明日はまたエチコのモデルになってるクッチャラ湖に行きます。いやー、今日も疲れた。なんかこの感じだと明日もね、すごい移動距離になりそうな気がするんで、明日も運転気をつけて頑張ります。それじゃあおやすみなさーい。おはようございます。昨日宗谷岬に到着した時はもう真っ暗だったんで、朝一でね、ちょっと海辺を散歩して気持ちよく朝を迎えようかななんて思ってたんですけど、すんごい曇天です。ここが日本最北端の宗谷岬です。せっかく日本最北端の地に来たのに天気が悪くて残念でした。まあちょっと風も本当にひどいんで、車戻ろうと思います。今日はエチコのモデルになってるクッチャロ湖にまた行くんで。いやでもクッチャロ湖もな、すごい曇っちゃってんだろうな、また。それじゃあね、今日も頑張って気をつけて運転して行ってきます。H コのモデルのクッチャラ湖に着きました。残念ながらね、今日も曇ってて、昨日とあんまり景色変わり映えしないんで、早速ゲームしちゃいます。じゃあゲーム再開してきます。じゃあ銀河団に話しかけてみるか。うんうん。立志湖の真ん中にあった洞窟って爆破したら出てきたんだね。なんだっけあの人。納豆頭の。ジュピターさんだ。ジュピターさんとジュンがバトルしてたんだね。なんかジュンすごいバカにされてるんだけど、バトル負けちゃったのかな。あらー、かわいそう。白帯で会ったわね。はい、会いました。ポケモンかわいそうとかくだらないことで邪魔するのはやめてほしい。じゃあこの後トバリのアジトに行くんだ。ってことはまた網走に行くの？そうだよ、銀河団相手に何もできなかったんだよ。ジュン、かわいそう。目の前でエクシー連れてかれちゃったんだね。そっか。大丈夫だよ。私は仇取ってあげるからな。
あれじゃあ、銀河団のアジト向かうになってる。じゃあ、H コはこれだけか。じゃあ、一旦ここでゲーム終わりにしときます。いやー、H コバトルもしないし、あっという間だったな。じゃあ、この後は、トバリシティのモデルになってるアバシルに向かいます。いやー、アバシルももう3回目とかかな。まあね、ちょっとここからもまた距離あるんですけど、頑張ります。充電スポットを見かけたので、ポータブル電源の充電をしていきます。充電をしている間に朝ごはんを食べちゃいます。この和風ツナマヨおにぎりもすごい美味しかったのでおすすめです。1時間充電して 4% から 88% になりました。料金は240円だったので、後でゲームの中で精算します。ガソリンも少なくなってきているので、ついでに給油もしていきます。約5200円分入れて満タンになりました。では、引き続き網走市を目指します。トバリシティのモデルになってる網走の道の駅に到着しました。それではゲームの中でもトバリシティに空を飛べて飛びます。じゃあゲーム再開してきます。トバリシティのモデルになってる網走に来たんで、空を飛ぶでね、ゲームの中でもトバリシティに飛びます。いや、トバリシティ何回目だろう。多分一番行ってる気がするな。まあでもゲームも結構終盤の方だから、もうこれが最後だとは思うんだけど。銀河団のアジトはこっちだったよね。銀河倉庫立ち入り禁止。前回来た時は確かこの先まで行けなかったんだよな。やっぱ鍵が必要なんだ。じゃあ鍵持ってる銀河団の下っ端を探せばいいかな。この人かな。アンテナ？何するアンテナなんだろう。この人前にも会ったことあるんだ。お前のせいでピッピは取り上げられ、相方は田舎に帰り。私とバトルで負けたことですっごい怒られちゃったんだ、この人。なんか怒ってる。倉庫の鍵を見つけた。超間抜けじゃん。それはピッピは取られちゃうし、相方も田舎に帰るよ。どうも、鍵持ってきました。鍵がないと進めない。鍵を使います。開いた。もう使えなくなっちゃったんだ。なんかすごいスッと入ってきちゃったけどさ、鍵さえ持ってれば勝手に入ってもいい感じなんだね。なんかすごい研究所みたいな感じになってる。なんか BGM もかっこいいね。バトルだ。1776円手に入れた、ありがとう。カバオが進化だ。よしよし。この前ね、カバオと一緒にカバルドンも買ってあるから進化できるね。カバオ立派になって、カバルドンに進化した。よかったね。いやーでもカバオのなんか、なんとも言えない間抜けな顔が好きだったからちょっと寂しいな。よし、さあ回復して、よし、どんどん進んでこう。なんか結構入り組んでそうだね。キトさんを見つけた。後で使ってみようかな。よしよし、どんどん行こう。いや、本当に結構長そうだな、ここ。これは銀河団。ポケモンをもらっていない。それは下っ端中の下っ端だ。めちゃくちゃいるな、銀河団。これはなんだ？ワープポイントだ。さっきの隣の部屋に来たのか。いや、ちょっと難しそうだな、これ。まあ、なんとなくで進んでみるか。
とりあえず登ってみるかな。そこかしこで閉まってるドア、鍵がないと開かない。ああ、鍵のありかは知らないんだね。じゃあどっか落ちてるかな。よし、回復しよう。いや、アジトだから当然なんだけどさ、めちゃくちゃ銀河団の数多いな。あの人は？ああ、やっぱこの人もだ。いやー、ちゃんと2匹ずつとか持ってるから結構時間かかるな。よし、行こう。あ、なんか重要そうな部屋。あ、鍵ないと入れないんだ。あ、こっち行ってみるか。お、落とし物ある。このどっちかが鍵だったらいいんだけど。おー、ヘドバクだ。おー、これは結構使えるからいいね。あっちは？おー、銀河団の鍵を見つけた。うわー、よかった。結構探し回ったぞ。あれ、ここで鍵使っちゃうの？あ、何回も使えるやつか。よかった。よかった、帰ってこれた。はい、使います。ここなんだろう。コンピューターいっぱい？おー、マジシャだ。いいね、使えるから超助かる。うわ、いい技マシンたくさん落ちてんね、こん中。銀河団の味と楽しいな。この反対側さっき行かなかったから何に繋がってんだろう。また落とし物だ。ネットを見つけた。すごいじゃん。今のところ落ちてるやつ全部使える技マシンだよ。あっちのワップポイント緑になってる。なんか違うのかな。どうやって行くんだ？もしかしてこの建物なんもなかったからもう一個のとこかな。一回行ってみるか。よく考えたらさっきのとこ倉庫だったもんね。こっちだよね、アジト。受付さんとかもいる。すごいじゃん。奪うものは全て奪う。それは銀河団のポリシー。すげえジャイアンだ。ここも使えるんだ、さっきの鍵。助かる助かる。じゃあどのみちさっきの倉庫に行って鍵をゲットしなきゃいけなかったんだ。ダブルバトルか？こっちの建物も結構入り組んでるな。しかもまたワープポイントだ。とりあえずこれ行ってみるか。上に登れる。あれ、赤木さんじゃない？なんかすごい一番偉そうな部屋来たもん。やっぱ赤木さんだ。はい、銀河団に逆らってるポケモントレーナーです。こんな子供とは思わなかった。カムたちが手こずらされたと聞いていたんでね、だって。いやー、すごい子供なんですよ。っていうか、もう何回も会ってるよね。めっちゃ初対面みたいな反応するじゃん。赤木さんとバトルだ。とうとうボスとバトルだね。3匹か。赤木さん何使ってんだろう。闇カラス。進化してないんだ。かわいい。行ってこい、これまる。いや、戦闘にしたってちょうどよかったね。じゃあ、威嚇入れて。これまるをやる気に召したまなざしでこちらを見ている。だって、かわいい。よし、じゃあ、スパークだ。いけ。よし、よし、オッケー。次はゴルバットか。赤木さんは飛行タイプが好きなのかな。でもクロバットには進化しないんだね。よし、じゃあもう一回スパーク。いけ。結構硬いな。効果抜群でも一発じゃ落ちなかったか。偉い子に丸技避けたの。本当にさ、めちゃくちゃコリマルいい子だよね。よし、じゃあスパーク。オッケーオッケー。じゃあ最後の一匹はなんだ？飛行で悪毒ってきたからなんだろう。ニューラか。ほう。じゃあ別に飛行で統一してるとかそういうわけじゃないんだね。でもニューラなんだ。進化させてないんだね。私みたいにポケモンフィット持ってないのかな。最後のポケモンか。赤木さん。
全然弱くないか？今までの幹部たちの方が全然強かったけどな。あ、ほら、ワンパンだし。まあ、タイプ相性が良かったっていうのもあるかな。これで赤木さんさすがに終わりじゃないよね。そうだよね。この後もどっかでバトルするよな。面白い。そして興味深い。あ、全然おもろくなかったわ。何かっこつけて言ってんだ。なるほど、強い。そしてその力の源はポケモンへの優しさ。もったいない。そんなのはまやかしだ。なんでそんなことないよ。私は全ての感情を殺した。まあいい。君とは別れられないだろう。もうほんと全然別れ合えなさそう。弱いし。あ、でもマスターボールくれた。ありがとう。なんでマスターボールくれたの？どんなポケモンでも捕まえる究極のモンスターボール。私には必要ない。ポケモンをパートナーとはしない。わー。そんなんだからさ、ゴルバットがクロバットに進化してないんだよ。好き度が足りないんだね。ワープパイルに乗るがいい。私は天眼山に向かおう。君と初めて出会った場所。覚えてんじゃねえか。なんだよ、さっき初めましてみたいな感じだったじゃん。覚えてんじゃんかよ。ワープパネル？あの上のやつか。じゃあこの先にユクシーアグのメムリットがいるのか？これ入ってんのそうか？何されちゃってんだこれ。あれでもなんかいっぱいいるよ。ユクシーアグのメムリット増えたん？作り出されたあれ、一体何に使うのかしら。ポケモン作ってるんだ。ここに3体ともいた。ユクシーが閉じ込められてる。苦しそうだって。ちょっと助けてよ。私さっきあなたたちのボスに勝ったからさ、私の言うこと聞きなよ。早く出してあげなよ。まあいい、せっかく来てくれたんだ。リベンジすんのね。じゃあ私が勝ったら出してあげてくれるんでしょうね。サターンが勝負を仕掛けてきた。3匹か。ユンゲラを送り出した。じゃあこれまででちょうどよかったね。じゃあ噛み砕く。リフレクター。一発じゃ落ちなくなっちゃったかな。どうだ？いけ。残っちゃったね。まあまあ、でも次で落とせるね。ユンゲラ引っ込めた。おう。そうだ、銀河団の幹部は結構出したり引っ込めたりね、手を打ってくるんだよな。毒格闘だから全然入んないね。これ丸褒めてもらおうと思ったんだ。かわいい。じゃあ、ここはブルチェンにしよう。あんまり入んないと思うけど。だよね。これ丸お疲れ様。じゃあ、そしたらカラちゃんにしよう。毒っちゃうか。地味にやだね。水の波動で、でも乾燥肌だったら嫌だから大地にしよう。なんかめっちゃ長い。瓦割り。これぐらいなら OK だね。よし、行け。オッケー。じゃあ次は4ゲロかな。カラちゃんも褒めてもらおうと思って9章当てたんだ。かわいい。みんなどんどん夏気度上がってこういう風に頑張ってくれて嬉しいな。ちょっとカラちゃん後で毒直してあげるからね。次はユンゲラーか。じゃあこっちもコリマルに戻そう。じゃあ噛み砕く。ユンゲラーの雨乞い。なんで雨乞いしてきた？後続に繋ぐためかな。3匹目は何持ってんだろう。ドーミラーか。全然水タイプじゃなかった。なんで雨乞いしたんだ。鋼タイプだから炎技の効果弱めたかったのかな。だとしたらすごい。まあまあ入ったね。ドーミラー何で来る？ピカか。ビオちゃんな。まあまあでも次当てられたらね、倒せるからね。頑張れ、ヒコマル。じゃあ噛み砕くだ。頑張れ。どうだ。よし。偉いぞ。よし、じゃあこれでサターンさんを倒したから、
や、約束通りちゃんとあの3体解放してくれるんだろうね。あ、解放するって約束はしないか。でも解放しなきゃダメだよ。3360円手に入れた。なぜお前はそんなに強い？あ、この3匹をお前が好きにしろ。ボタンを押せば自由にしてやれるだって。よかった。ありがとう。ボタンを押してポケモンたちを助けますか？はい。助けてあげた。あ、よかったね。どこ行っちゃった？嘘は3匹の体から生み出した結晶で赤い鎖を作り出した。それを天眼山で繋ぎ止めるために必要なものらしい。何言ってんだ？じゃあこの後天眼山に行くのか。よし、出てこれた。そうだ、それのうちに回復しとかなきゃ。じゃあ天眼山に行く前に先にフレンドリーショップに行って生産してきます。じゃあ今朝のご飯が四捨五入して400円なんで、傷薬が1つで300円と、あとは毒消し1個でこれで合計400円。ホタデンの充電が四捨五入して250円なんで、やけど直しが1個。最後にガソリンが四捨五入して5200円なんで、満タンの薬が2つで5000円と、麻痺直しが1つで200円で、これで合計5200円。よし、じゃあ生産 OK だね。じゃあね、お金も結構余ってるし、ちょっと道中野生のポケモンに会うのめんどくさいんで、ゴールドスプレー買おうかな。じゃあ、とりあえず10個ぐらい買っとくか。いや、旅の当初では信じらんないぐらい今お金持ってるからね、いっぱい買えちゃう。よしよし、オッケー。じゃあそしたらこの後は天眼山に向かいます。じゃあ空を飛ぶで、どこに飛べばいいかな。できたら網走に近いところがいいんだけど。じゃあ、白帯、旭川か。でも旭川遠いかな。黒金、夕張も遠いね。じゃあ、よすがの帯広かな。帯広だったらね、今いる網走から真下に行く感じで着くから、よすがにしようかな。じゃあ、これから実際に帯広に向かって、帯広に着いたらゲームの中でもよすがシティに移動しようと思います。じゃあ次はよすがシティのモデルになってる帯広に向かいます。で、確か網走から帯広まで4時間ぐらいかかった気がするんで、今出発しても到着するのが夜になっちゃうんで、天眼山にはまた明日行くって感じになりそうです。で、ちょっとね、時間があるんで、昨日言ってたオイル交換をね、してから行こうかな。よし、それじゃあ片付けてね、出発します。網走市のイエローハットでオイル交換をしていきます。オイル交換は約3100円だったので、後でゲームの中で生産します。よすがシティのモデルになってる帯広の公園に到着しました。いやー、長かった。今日もほんといっぱい運転しました。それじゃあね、ゲームの中でもよすがシティに移動します。じゃあゲームの続きやってきます。そしたら、よすがシティのモデルになってる帯広に移動してきたんで、空を飛ぶでゲームでもよすがシティに飛びます。いやー、もうすっかり真っ暗になっちゃったなー。ていうか今朝稚内にいて、今帯広にいるのがちょっと信じらんないよな。じゃあ先にフレンドリーショップで生産してきます。さっきイエローハットでオイル交換したのが約3100円なんで、元気のかけらが3000円分と、あとは毒消しが1個で、これで合計3100円。あとはガソリン代が四捨五入して4800円なんで、傷薬を16個で4800円。よーし、これで生産は OK ですね。
そしたらもう特にお過ごし指示することもなくてストーリーするだけなんで、このまま天眼山の手前まで行っちゃおうかな。確かここを出たら割とすぐだった気がするんだけど。どうだったかな。208番道路。そうそうそう、このゴツゴツした岩んとこ抜けたら確か正面に天眼山あったよね。やっぱそうだ。よしよし。じゃあこの先天眼山なんで、今日はゲームここまでにしておきます。それじゃあこの後は天眼山に入るんですけど、もう夜遅いので、今日道の駅に行って休憩して、で、明日の朝に天眼山のモデルになっている日高山脈に行こうと思います。いや、1回目の天眼山の時は曇っちゃっててっていうかなんかぼやけててよく見えなくって、で、2回目の時はもう霧でね、なんも見えなかったんで、ちょっと3回目はね、綺麗に見えてほしいですね。それじゃあこの後はちょっと洗濯物が溜まっちゃってるんで、ランドリーで洗濯物回しつつ、で、その間にお風呂に入って道の駅に移動しようと思います。長距離運転でガソリンがだいぶ減っていたので、今日2回目のガソリンスタンドに来ました。約4800円で満タンになったので、これで明日も安心です。お次はコインランドリーで洗濯をします。洗濯乾燥で1000円だったので、まあ許容範囲かなと思います。洗濯をしている間に弥生の湯でお風呂に入ります。ここの銭湯はめちゃくちゃ大きな露天風呂があって本当に最高でした。近くの道の駅に到着しました。いやー、お腹すいたなー。ちょっと今日ね、なんだかんだご飯食べる時間があまりなかったんで、急いで準備してね、夜ご飯にしたいと思います。いやー、せっかくお風呂入ってきたのに準備してたら汗かいちゃいました。いやー、稚内はね、すごい涼しかったし、で、泊まった宗谷岬も一年中風が強くて、で、体感温度がね、すごい低い場所なんですって。だから昨日はすごい快適に過ごせたんですけど、やっぱりね、ちょっと帯広は暑いですね。それじゃあね、さっきご飯買ってきたんで夜ご飯にしようと思います。まずは、でっかいほうじ茶と、あと、ナスの揚げ浸しと、で、メインは暑かったんで、冷やし中華にしました。それからね、ちょっとおやつ食べたかったんで、このブルガリアヨーグルトのなんかいっぱいシャインマスカットとかリンゴが入ってるやつ。セイコーマートの冷やし中華は初めて食べたんですけど、個人的にはセブンイレブンの冷やし中華の方が好きです。ナスが大好きなので、この揚げ浸しはすっごい美味しかったです。あと最近乳製品を食べていなかったので、デザートはフルーツヨーグルトにしました。ごちそうさまでした。そしたら今日もこれ以上ゲームを進められないので、寝る準備しちゃって、今日もね、一日行動して疲れたんで、早く寝ちゃおうと思います。今日充電したおかげでポタ電の残量は 72% あるので、まだまだ大丈夫そうです。じゃあ明日もまた天眼山に行くんですけど、今のところね、天気予報だと曇りなんですよね。いや、一回でいいんでね、綺麗に日高山脈見たいんで、なんとか晴れてくんないかなって思うんですけど、どうかな。私が行く時間に一瞬でも晴れますようにって思いながら、今日は寝ようと思います。それじゃあおやすみなさい。おはようございます。今日は天眼山のモデルになってる日高山脈が見える場所に行こうと思うんですけど、いやー今日もね、だいぶ曇っちゃってるんですよね。青空がね、見えるっちゃ見えるんですけど、いやーちょっと綺麗にまた見えないかもしれないなー。
まあでももしかしたら見えるかもしれないんで、前回言った清水丸山展望台っていう場所にね、ちょっと再チャレンジしてみようかと思います。じゃあ晴れてるうちにクリアに急いで準備しちゃいます。今正面に見えているのが天眼山のモデルになっている日高山脈です。天気が悪くならないうちにつけることを祈って気をつけて向かいます。展望台に到着しました。前回来た時はもう本当に雲とあと霧で何も見えなかったんですけど、今日はね、雲はあるものの全然晴れてる方なんで、早速行ってきます。めちゃくちゃ綺麗だ。よかった、晴れて。3回目にして初めて綺麗に天眼山見えました。すごい。せっかくなので展望台から天眼山を見てみます。こちらが天眼山のモデルになっている日高山脈です。前回は霧で見えなかったので、今日は天気が良くて本当に良かったです。ここら辺が天眼山の頂上の槍の柱じゃないかなと勝手に想像しています。展望台からは北海道の大自然が一望できるので圧巻の景色でした。いやー、もうめちゃくちゃ景色良かったですね。いや、ほんとリベンジしてよかった。そしたらゲームの中でも天眼山に移動します。それじゃあゲームやっていきます。いやー、今日は晴れて本当に良かった。やっと綺麗にね、日高山脈見えました。あ、そうだよ。線のポケモン合わないようにスプレー使っとこう。じゃあゴールドスプレー使って、よし。前はロッククライム使えなくてここ登れなかったんですよね。上登れそう。これで上の階層まで行けるのかな？なんか落っこってる。満タンの薬を見つけた。いいね。結構入り組んでる。この下は、落とし物か。穴抜きの紐を見つけた。こっちは、なんか出ちゃいそうだな。岩なだれを見つけた。いいね、いいね。彦摩呂も覚えられるし、使おうかな。お的落ちてる。元気のかけらを見つけた。これもいいね。助かる。いや、行けるところがいっぱいあるな。あれ？これ戻ってきちゃったか。戻ってきちゃったね。じゃあこっち行ってみよう。結構長いね。分岐してる。銀河団。なんか頂上の作戦を成功させるって言ってたから、頂上行くまでに結構連戦するのかな？あれ？この人。バトルできた。よーし、どんどん行こう。こっち出て、雪山。これ、あれだ。キサキシティに行くときに出てきたとこの上のところかな？あの上どうやって登るんだろうって確か言ってたもんね。こっから入ってみるか。じゃあまたスプレー使っとこう。こっち行く前にちょっと上見とこうか。なんもできないね。
じゃあ波乗り使う前にちょっとさっきの、あ、これ上登って見てみようかな。ここは、向こう側行けないか。こっちも特にないね。あ、こっちからも天眼山入れる。なんかいっぱい行く道あるな。銀河団。これ来てる方向合ってるかな。下にもね、入り口あるし。さっきの波乗りのとこもどうなってんだろう。じゃあ回復しとこう。よしよし、オッケー。いやこっち行けないから。また出ちゃう。あ、これさっきの降りれなかったところか。いや、こっちで合ってんのかな。まあ上には登ってきてるから頂上には近づいてるはずだけど。いっぱいいんな。あ、ここか。槍の柱。これからすごいことが起こるらしい。邪魔をするな。頂上来たけどまだ下っ端バトルか。なんか奥に幹部かな見えてるね。じゃあ回復しとこう。なんかマーズとジュピター。やっぱそうだ。赤木さんもいる。今すべてが終わり、すべてが始まる。赤い鎖を使い、異次元の扉を開いてやる。ディアルガよ。ディアルガ使うの赤木さん。なんだあれ。なんかかっこいいぞ。これがディアルガ？かっこいい。どういうことこれで全てが破壊される。全てがなくなり、争いもなくなる。ディアルガ使って、なんか、世界滅ぼす的な。信用地方がなんかすごい光に包まれちゃってる。信用を生み出した神話に残ってるポケモン、時間の化身ディアルガ。グギョボは、赤木さんが言ってんのかと思って読んじゃった。新しい世界を作り出す。そして私はこの世界の神となる。なんか希望がでけえ話だ。まず。そんなに急がないで。先に私が相手させてもらうわ。ジュピターも。じゃあダブルバトルだ。2対 1？ ジュン来た。じゃあジュンとダブルバトルだ。そっか、ジュピターにね、ジュンは負けてるからリベンジだね。でもマーズとジュピターは結構何回も戦ってるけど、そっか、最後ダブルバトルなんだ。まずはドーミラー。ジュピターもドーミラーだ。じゃあコリマル2でちょうどよかったね。じゃあ噛み砕く。PP やばいな。いやー、一発で落ちるか。どうだ。半分ぐらいか。いやー、結構レベル差はあるんだけどな。光の壁か。こっちはリフレクター。守り固めるね。ゴンベの噛みつく。抜群だけどあんま入んないね。いやー、じゃあここはボルチェンかな。で、どうしよっかな。雪目の子に変えるかな。そうだね。雪目の子にしよう。頑張れ、雪目の子。しっぺ返し。でも雪目の子は攻撃しないからね。2倍になんないはず。よしよし、オッケー。よピカ。しかも雪目の子だ。いやー、めんどくさいな。ピヨっちゃうね。ゴンベの噛みつく。残り半分か。じゃあ雪目の子ピヨっちゃってるから、カラちゃんかな。しっぺ返し。ここもカラちゃん攻撃しないから通常だね。こっちのドミラムだ。
私ばっか狙ってくんじゃん。ゴンベの噛みつく。おー、落ちた落ちた。よしよしよし。次はスカタンクか。あれ、結局スカタンクって何持ってんだっけ？毒なら第一でいけるはず。あ、やっぱ毒だ。毒ガス。あ、ゴンベに当たんなかった。あー、カラちゃんだけ毒っちゃった。いやー、ちょっと状態異常多いなー。どうだ？半分くらいか。そっかそっか。うわ、身持ってる。なんだ、お盆か？うわー、結構回復しちゃったなー。やっぱお盆か。しっぺ返し。まあこれは大丈夫だね。ゴンベののしかかり。お、いいね。まひったまひった。じゃあここも第一でいけ。よしよし、オッケーオッケー。ブーメランのしっぺ返し。しっぺ返しばっかりだね。のしかかり、どうだ、まひれ。どうだ。よしよし、オッケーオッケー。じゃあゴルバットだから水の波動でいこう。どんぐらい入るかな。ヘドバック。どうだ、どんぐらい入る。まあまあまあ。すごいね。褒めてもらおうと思って機種当てたんだ。ありがとう、カラちゃん。どうだ。よし、オッケー。じゃあここはコリマルに変えよう。船戸の穴を掘る。これコリマルだったらやだな。どっちだろう。ギガドリン。コリマルだ。結構回復しちゃうかな。ゴンベののしかかり。どうだ。ちょっと残っちゃった。じゃあここはワイルドボルトだな。よし。船戸の穴を掘る。コリマルだ。危ない。いや、コリマルばっか攻撃しなくてもいいじゃん。よしよし、オッケー。じゃあこれでもうジュピターは終わりだね。ゴンベののしかかり。どんぐらい入るか。結構入ったね。じゃあこっちは彦摩呂に変えて。PP やばい。また穴を掘るだ。PP 大事にしたいんだけどな。じゃあグロパンにしよう。いやー、もったいない。しかもまたこっち。まあまあまあ。じゃあマッパでこれで落ちるね。やっとあと1匹だ。よしよし。最後はゴルバットか。まずのジュピターも3匹中2匹同じポケモン使ってんだ。仲良しだね。じゃあここは雪目の子に交代しよう。毒の牙。また毒っちゃうかな。30% 引いちゃった。それじゃあ氷の牙にしよう。いけ。当たんなかった。噛みつく。やばいか。よかったよかった。じゃあもう一回氷の牙。どうだ、当たれ。よしよしよし。いやー、3-3のダブルバトル長かった。やっと終わった。やったー、マーズとジュピターの勝負に勝った。これなら私一人でやればよかったわって確かにジュピター早々に3匹やられちゃったもんね。やったー、賞金もいっぱいもらえた。俺のポケモン強いだろ。俺も強くなれるんだよ。いや、リベンジ成功してよかった。回復してもらっちゃった。ラッキーラッキー、よかった。結構連戦してきて PP やばかったから助かった。なんかディアルガ、これはなんかディアルガ怒ってる。なんだ素晴らしい、美しい。まさに新しい銀河の宇宙の誕生だ。でもなんか怒ってない、ディアルガ。なんだ。ユクシーだ。何が起こるんだ。
エムリット、マグナム、みんな揃った。何が始まんの？鎖がなくなった。この赤い鎖って銀河団がディアルガにつけたんだよね。それから助けてくれたんだ。みんな驚いてる。エムリット。何？いなくなっちゃった。赤い鎖が崩れなくなってしまった。なぜ？新宿のポケモンエムリットがお前のそばに現れる？銀河が消えただと？許さん。赤木さんなんかバチ切れだ。お前は畑飲めそう。なんで私何もしてないじゃん。私に当たんないでよ。バトルだ。これが多分、じゃあ銀河団と最後のバトルかな？銀河団のボスの赤木が勝負を仕掛けてきた。ドンカラスだ。進化してる。じゃあ他のポケモンもみんな進化してるかな？いけ、これ丸。でももう銀河団と結構ずっと戦ってきたから、これで最後か。感慨深いな。じゃあそしたら、スパークにしよう。どんくらい入るか？いけ！半分以下か。ドンカラスの切り払い。じゃあ次もスパークでドンカラスを落として、あと3匹か。よし、オッケー。次はギャラドスか。じゃあこのままでいいね。レベル的には差があるんだけど、コリマルがね、進化してないままだからステータスが低いんだよな。じゃあ、ワイルドブルートにしよう。よし、いけ。ここでちゃんと対策してんね。どうだ？よし、オッケー。よかった、一発で倒せて。褒めてもらおうと思ってキューサに当てたんだ。ありがとう。速の波か。ってことは他のポケモンもこっち系持ってる可能性あるよね。次はマニューラだ。そしたら彦摩呂にしよう。コリマルありがとね。そしたら、じゃあマハパンチで。やっぱり持ってるね。一発は無理か。ヤブの実とかね、ちゃんと持たしてるんだ。ナオホールだ。マニューラナオホール覚えてるんだ。じゃあ変えるか。じゃあね、カラちゃんか、カバオか。いや、カラちゃんにしよう。大丈夫だね。よし、じゃあここは水の波動にしよう。またナオホールだ。じゃあマッパだ。いけ。よしよし、オッケー。これであと1匹だ。最後はクロバットだ。よし、じゃあここはコリマルだね。じゃあそしたら、スパークだ。いけ。あれ？先生の爪か。クロスポーズ。大丈夫か？危ない。急所か。ピンチで泣きそうだって。頑張れ、コリマル。半分か。よし、じゃあここは最後ワイルドボルトだ。打たれてる。ごめん、コリマル。ダメか。絶対勝つからね、コリマル。じゃあそしたら、雪目の子で行こう。よし、頑張れ、雪目の子。じゃあ氷の息吹。どうだ？よかった。これは。よし、大丈夫だね。これの息吹、いけ！よし、オッケー！やったー！これだ、影さんに勝ったー！雪目の子が47レベルになったー。鬼秒覚えたい。いいね、これ覚えさせたい。そしたら、PP は多いけど噛みつくでいいかな。よしよし、いいね。鍵との勝負に勝った。認めるか、神話の力を我が物にしたというのに。
賞金めっちゃもらえた。でも結局ディアルがね、鎖取れちゃったから。大切なものを知っているのか。まあいい、私はいつか必ず亀となってみせる。究極のものを自分のものとしてやる。赤木さんはまだなんか諦めてない感じだ。ホカさんも来た。時間の神リアルが怒ってるのか悲しんでいるのか、リノを待ってるように見える。じゃあここでリアルが捕まえられるんだね。赤い鎖で無理やり呼び出され力を使わされたディアルガの暴走も止まる。そっか銀河団に無理やり連れてこられちゃったからか。リナのことをジュンが信じてるって、お前なら大丈夫だからって。助けるよ。ディアルガ捕まえて仲間にしよう。じゃあ回復して。よし、オッケー。じゃあね、この前ポケセン行った時にディアルガのポケモンフィットはもうゲットできてるんで。かっこいい。よし、ディアルガ仲間にするぞ。背景めっちゃかっこいい。ディアルガが現れた。じゃあここは赤木さんにもらったマスボだね。いや、この時もためにくれたんだな。よし、行け。やったー、ディアルガ捕まえた。いや、これで今後すごい助かるな。かっこいい。神陽地方では神様と呼ばれ神話に登場するだって。ニックネームどうしよっかな。じゃあガルガルにします。なんか急に降ってきたんですけど、ガルガルって可愛くないですか？いやー、よろしくねガルガル。二人とも。お前はなんという、よくやってくれた。これほどドキドキしたことは60年の人生で初めてだ。博士ったらいろいろ調べて、それでリナのことすごい心配してさ、こんなとこまで来たんだ。いや、こんなとこまで来たんだっていうかさ、私だってさ、ちゃんと湖3カ所回ってなんかこんな天眼山のてっぺんまで来たんだよ。誰の未来も誰の世界も何者かによって奪われるものではないのだ。いや、もっと私をいたわってくれ。じゃあ天眼山はここまでだ。いや、長かった。渚シティの様子を見に行こうになってる。オッケー、じゃあそしたら渚シティに行くには、めっちゃ端っこ。じゃあ立志湖のほとりからしか渚シティには行けないみたいだから、一回野茂瀬シティに空飛ぶで飛んで、立志湖を経由してっていう感じですね。よし、オッケー。じゃあゲームは一旦ここまでにしときます。無事赤木にも勝ってディアルガもゲットできました。そしたらこの次は最後の町の渚シティに行くために道路がつながっている野茂瀬シティに行きます。なので私も野茂瀬シティのモデルになってる釧路へ向かおうと思います。ここからはだいたい2時間くらいで確か着くはずなんで、運転気をつけて行ってきます。お腹が空いたので、セイコーマートで朝ごはんを買ってきました。今日は鶏テリマヨパンと野菜ジュースです。お腹も満たされたので、引き続き釧路を目指します。野茂瀬シティのモデルになっている釧路に到着しました。前回止めたところと同じ駅の近くの3時間で200件のところに止められたんで、ゲームしていきます。それじゃあゲーム再開してきます。じゃあ現実で野茂瀬シティのモデルになってる釧路に移動してきたんで、ゲームの中でも、ここでは空飛ぶ使えない。そっか、じゃあ出なきゃいけないのか、天眼山。ここならいけるかな。いけた。じゃあこれで、よそがシティじゃなくて、野茂瀬シティに飛びます。いや、立志湖のほとりにね、直接空を飛ぶができたら、釧路経由しなくてもう少し時短できたんですけど。じゃあ、ここを右行ったら確か、そうだ、その前に現金の生産しなきゃいけないんだった。じゃあ、昨日の夜のお風呂が500円なんで、シルバースプレーを1個。昨日の夜ご飯が四捨五入して1000円なんで、いい傷薬が1個と、あと傷薬1個で、これで合計1000円。あとは今日の朝ごはんが四捨五入して300円だから、傷薬が1個。
高速代が四捨五入して1400円だから、すごい傷薬1個と、麻痺直し1個で、これで合計1400円。で、今止めてる駐車料金が200円だから、麻痺直し1個で、よし、これで生産 OK。いやー、結構生産溜まってたから、ここでできてよかった。よし、じゃあもうノモセシティですることもないんで、立志湖のほとりの手前まで行っちゃいます。確かホテル抜けたら立志湖のほとりだったと思うんで、ゲームは一旦ここまでにしときます。せっかく釧路まで来たけど滞在時間は一瞬でしたね。じゃあこの次は渚シティに行くために222番道路を通りたいんですけど、その道路に繋がってるのが立志湖のほとりなので、今からそこのモデルになっている標茶町に向かいます。もうね、標茶町行くのに多分4回目とかなんですよね。確か釧路からは1時間くらいで行けたので気をつけて向かいます。立志湖のほとりのモデルになっている標茶町にある公園に着きました。それじゃあゲームの中でも立志湖のほとりに移動します。それじゃあ続きやってきます。そう、私この前ポケセン行った時にムクバードのね、ポケモンフィットを買ったんですけど、それからムクバードを捕まえる機会がなくって、で、調べたらここの草むらにいるらしいんですよ。なので、ムクバードをここで捕まえてから行こうと思います。お、早速来るか。おー、よしよしよし、やっと一発だ。じゃあ攻撃したら落ちちゃうんで、いや、普通にモンボでいいな。よし、じゃあモンボで。いや、ちょっと捕まえるのが遅くなっちゃったから、もうあんまり今後活躍できないかもしれないけど、一緒に行こう。あ、入んないか。じゃあもう入ってくれ。なかなか入んないな。どうだ？入るか。入れ。よし、入ったー。やったー、ムクバード捕まえた。いや、もうこれで本当に仲間に加えるポケモン最後だね。じゃあ名前はどうしようかな。いや、本当はね、ムックルから捕まえたかったんだけど。じゃあ、ちょっと思いつかなかったんで、ムーちゃんにします。よろしくね、ムーちゃん。あ、そっか。ガルガル捕まえたからもう6匹持ってんだ。じゃあ、ガルガルとムーちゃん入れ替えるのちょっとわけわかんないもんね。じゃあムーちゃんはボックスだ。ごめんね、ありがとね。いや、せっかくムクバード仲間になったし、ムクホークもポケモンフィット買ったんですけど、ちょっとね、今後本当に出番なさそうで申し訳ない。あ、そういえばここの道通れるようになってるね。よし、じゃあ回復して、そうだ、カバオがね、他のみんなに比べてレベル低いから、ちょっとレベリングしたいし戦闘にしとこうかな。よし、オッケー。じゃあさっき木の実素通りしちゃったからもらっとこ。ウイの実、マゴの実、パンジの実、タポルの実。よし、じゃあ先行こう。この人はバトルは？投げるのはモンスターボールだけ？本当にそうなの？技マシン56を手に入れた。なんだこれ。ポケモンが持ってる道具を投げつける。投げつけるか。まあ使わないかな。急に水タイプのポケモン使うトレーナー増えたから、コリマル戦闘に戻しとこうか。よし、オッケー。こっちはなんだろう、家かな？家っぽい。あんまり重要じゃなさそうだね。まあ一応隣も見てみるか。お邪魔しまーす。
あ、すごいピカチュウいっぱいいる。なんかピカチュウが大好きなおじさんの家なんだね。じゃあ先行くか。看板あるから、じゃあここまでかな。じゃあこの先渚シティなんで、一旦ゲームはここまでにしときます。それじゃあこの次はいよいよ最後の街の渚シティのモデルになってる根室に向かいます。根室って北海道のこうなってるとこのこのキュッっていう超細いとこなんですよ。すごいね、そんな端っこの方まで行っちゃうんだね。今いる標地緑地公園の駐車場からはだいたい2時間かからないくらいみたいなんで気をつけて向かいます。まだガソリンは半分ぐらいあるんですけど、早めに給油しておきます。約3600円分入れて満タンになりました。では、根室に向かって出発します。しばらく運転していると、だいぶ電気が悪くなってきました。せっかく初めて根室に行くので、根室に着く頃にはなんとか晴れてほしいです。渚シティのモデルになってる根室に到着しました。駅の近くに市場とかもあるみたいなんで、ちょっと散策してきます。やっぱり根室すごい涼しい。半袖だとね、若干肌寒いぐらいです。根室駅に到着しました。根室駅は日本最東端の駅です。日本最東端の駅ということもあって、1日5本しか運行してないみたいです。駅の周りを散策していると、渚シティの中にも出てくる市場を発見しました。残念ながら営業時間は終わっちゃってたんですけど、新鮮な海の幸が販売されているそうです。ゲームのマップを見てみると、ここが渚シティです。実際の北海道の地図と見比べてみたところ、こちらもほぼ同じ位置にあります。根室駅から少し離れたとこなんですけど、公園にね、ポケフタがあるみたいなんで来てみました。どこにあるかな？普通のマンホールあるけど、ないんだけど。ありました、ありました。すごいスルーしちゃったけど、昨日ね、目の前にありました。根室市のポケフタは、アローラロコンとバリコールのポケフタでした。色合いがめちゃくちゃ可愛いですね。渚シティには灯台があるみたいなんで、ちょっと近くの灯台を探してね、来たんですけど、見てください。多分あれ。このうっすら赤いやつ。もうまたこんな天気だよ。いやー、今朝はね、日高山脈見れたんですけど、夜はダメでした。いや、海もさ、波の音はするんですけど、何も見えないから本当に怖い。ちょっと一人で怖いんで、サクッと撮って移動しようと思います。怖い。渚シティにあるシルベの灯台とそっくりな灯台を見つけました。ゲームの世界とは違って中には入れません。渚シティは海の上に歩道がある独特な地形の街なんですけど、ここにも海にめちゃくちゃ近い歩道があったので、ゲームの世界にかなり似ています。せっかくなので海の近くまで行ってみます。いや、こんな霧の海なんて初めて見たんですけど、ちょっと怖いけど、でも絶対晴れてたらすっごい綺麗だったと思うんですよね。だからもし時間があったらね、晴れてる日にリベンジしたいです。夜ご飯は根室で有名な根室花丸という回転寿司に来ました。こちらはヘベスが生搾りされたトロニシンです。トロニシンはあまり東京の回転寿司では見かけないんですけど、めちゃくちゃ美味しいので北海道に来たら絶対食べてます。個人的に一番美味しかったのはこちらのしめ鯖握りです。
根室花丸のしべ鯖は他のお店と比べても段違いで美味しいので、ぜひ食べてみてください。他にも、イクラ軍艦やウニ、炙りサーモン握りなども食べて大満足でした。お寿司めちゃくちゃ美味しかったです。結構混んでて1時間ぐらい待ったんですけど、でもね、全然待つ甲斐ありました。この前行った名古屋家庭よりもリーズナブルだったんですけど、でもね、どれもネタが大きくて、もう本当におすすめです。じゃあそしたらこの後お風呂に入りに行って、で、今日休むところに移動しようと思います。今日は根室にある港湯でお風呂に入ります。昔ながらの銭湯って感じだったんですけど、ジャグジーもあったので、すごい気持ちよかったです。道の駅に到着しました。根室には道の駅が一つしかなくて、で、今そこに来たんですけど、ちょっとね、調べたらこの辺は熊の出没情報があるみたいなんですよね。で、ちょっと怖かったんで、ホテルも調べたんですけど、今ね、ハイシーズンだからもうどこも全然空いてなくて、で、唯一空いてたのが男性専用の民泊みたいな場所だったんですよ。なんで、ちょっと今日は車中泊の準備をするために表に出るのが怖いんで、このままの状態でゲームして、で寝ちゃおうかなって思います。よし、じゃあ準備できたんで、ゲームの中でも渚シティに移動します。それじゃあゲーム続きやっていきます。よし、じゃあここ抜けたら渚シティだ。なんだあの赤い人。ポケモントレーナー。君のポケモン強そうなのが伝わってくるな。オーバ。四天王の人か。なんかいたかも、こんなもじゃもじゃ頭。ジムリーダーは強い挑戦者が来ないからジムの改造ばっかしてんだ。じゃあここのジムも結構複雑な仕掛けがあるのかな。面白そう。渚シティ太陽が照らす街だって。なるほど、最東端にあるからか。じゃあフレンドリーショップあるんで生産してきます。ガソリン代が四捨五入して3600円なんで、満タンの薬が1個と、いい傷薬が1個と、あと傷薬が1個と、毒消し1個で、これで合計3600円。あとはお寿司が四捨五入して2200円なんで、いい傷薬が3個と、毒消しが1個で、これで合計2200円。さっきのお風呂が500円だったんで、シルバースプレーが1個で、よし、これで生産完了。そしたらなんかさっき奥に見慣れない建物あったからそこ行ってみようかな。この左は多分家でしょ。これこれ。市場か。さっき根室の駅前にもあったよね。ここはシールが買えるんだ。市場だけどシールしか買えないの？まあシールね、なんだかんだ使ってないからね。頑張り棒もらった。嬉しい。コリンクにつけてあげただって。いやー、コリンクはね、もうずっとあのままの姿で初期から一緒に冒険してきてるからね。こっちはここも家かな？素敵なリボンをお譲りしますだって。お邪魔しまーす。あれでも普通に家っぽい。可愛いトレーナーさんで。夫の帰りを待ってるのよ。退屈だからたまに私に話を聞かせちょうだいね。なんか仲良くなるとリボンくれるみたいな感じ？こっちは銀河団子大暴れしてたけど、渚では見なくなったんだ。よかった。赤木さんは渚シティ出身だったんだ。そうなんだね。あれ？この絵はなんかカビゴンみたい。かわいい。他にもポケモンの形してる岩とかあんのかな？
へえ、ポケモン岩って名物なんだ。おうほう。お、雷の後ろ見つけた。まあ、使んないけど。この上なんだろう。あ、家だ。この家6くらいまで毎回登んなきゃいけないの？お邪魔しまーす。あ、ポケッチ？ポケッチのアプリを作ってる人なんだ、この人。あ、なに？あ、なるほどね。この人が見たい性格のポケモンを連れてくるミッションみたいな感じだ。これもしかしてさ、あ、やっぱ東大だ。私がさっき言ったとこにちょっと似てない？ここは中入れるんだね。展望台みたいな感じだ。デンジさんだ。挑戦者です。君が弱ければ俺はポケモンリーグで戦わせてもらうとしよう。ほう。あ、なるほど。じゃあデンジさんと戦ってバッジをもらったらポケモンリーグにっていう流れね。わあ、もうとうとうそこまで来たか。ここは？あれ？みかんじゃないあれ。やっぱり。なんでみかんここにいるの？そうだよね。上都地方のジムリーダーだよね。なんでいいんだろう。この先にポケモンリーグがあるんだ。はい。じゃあ後で来るね。あ、またもじゃ。君か、あいつ帰ってきたぜ。あ、なるほどね。最近あんまり手応えのない相手しか来なかったから退屈してたっぽかったしね。よし、じゃあ挑戦しに行こう。最後のジムだ。でももじゃさんは何のためにいたんだろうな。めっちゃ電気タイプのジムって感じ。てか何このカルクリ。これ全部デンジさんが手作りしたのかな？バッジの数7個あります。そうなんです。これが最後のジムなんですよ。電気タイプの使い手以上、あとはお前次第だ。はい、じゃあ頑張ります。そしたらカバを先頭にしとこうね。よし、回復もできたし OK、行こう。押すと回転してくっつけて道を作るんだね。こんな仕掛けさ、ブレワイにもあったよね。これだと元通りだな。あ、なるほどね。これで下から、左側行けばいいんだ。はい。あ、これでいけるね。何のポケモン使ってくるんだろう。っていうか、レベルもどんぐらいかな。あんまりゴリゴリにレベリングしてこなかったからね。ユリエが勝負を仕掛けてきた。パチリスだ。かわいい。よし、行ってこい、カバオ。やっぱカバオよりレベル高いな。じゃあ、砂地獄。マイルだ。ただでさえレベル低いのに攻撃下がんの痛いな。どうだ？3分の1か。いけ、頑張れ。よし、オッケー。カバはもうちょっとレベル上がんないとちょっと厳しいね。41レベルになった。どうかな？いけるかなこの先。よし、レートの勝負に勝った。こんなちっちゃいのに1000円以上くれるなんて。ありがとう。ここも同じような仕組みか。でも青いボタンと緑のボタンあるけど、どう違うんだろう。これだと意味ないから。なるほどね。これでいけるんだ。回復して、この下のビリビリの電気はさ、何の意味があるんだろう。ここ何回回しても多分意味ないよね。そうだね。じゃあこの階段登ってみよう。そこにトレーナーいるわ。この上が回せるから、なるほど。これでさっきのこの階段に行けるんだ。はい。じゃあ回復しとこ
よし、オッケー。多分まだこの先もこういう部屋だよね。あ、やっぱり。次ボタンが赤い。じゃあ忘れないうちに回復して。ここ。あ、ここの歯車は90度回転するんだ。あ、なるほどね。この右上の歯車のところ、道が繋がるようにすればいいんだ。こっちも同じかな？これでいけるね。いや、毎回麻痺直ししなきゃだな。よし、じゃあこの上進んでみよう。どうなってんだ？あ、そこに電磁たの気づかなかった。よし。これだと戻っちゃうから。あ、なるほど、なるほど。このビリビリのとこ通れるよね。あ、よかったよかった、平気だった。お、これ繋がったね。あ、ここ行けないか。じゃあこっちから回って。じゃあ次はデンジさんだね。いや、ここ下っちゃダメか。ここ、関係ないもんね。よし、やっと繋がった。いや、面白かったな。よし、じゃあ回復しとこう。じゃあ、いよいよ最後のジムリーダーだ。さて、挑戦者。たまに俺と戦えるトレーナーがいるけど、みんな手応えがないんだよ。俺がジムリーダーのデンジ、信用で一番のジムリーダー。うわー、いよいよラストだ。わー、対戦よろしくお願いします。いやー、レベルどんぐらいかな。ジムリーダーのデンジが勝負を仕掛けてきた。まずはライチュウから。あ、かわいい。よし、行ってこい、カバオ。じゃあ、穴を掘るにしよう。うわ、ライチュウ何なの覚えてる。うわ、やばいかもしれない。カバオ耐えて耐えて。うわ、よかったよかった。いやー、波乗り覚えてるのか、そっか。いやー、一発で落ちなくてよかった。てか、穴を掘るにしといてほんとよかった。危なかった。よしよし。いけ、穴を掘る。うわー、ちゃんと身持たしてる。どうだ？いや、木の実なかったら落ちてたね。じゃあちょっと次やられちゃうから変えるしかないな。じゃあ次はカラちゃんにしよう。カラちゃん頼んだ。カバよく頑張ったよ。よし、カラちゃん行ってこい。あ、回復しちゃったか。よし、じゃあ大地だ。波乗りはね、カラちゃんには効かないから。よし、じゃあ行け、カラちゃん。大地の力。よしよし、オッケー。いやー、1匹目からヒヤヒヤしちゃったな。あ、次はエテボスか。じゃあ、彦摩呂行ってこい、頑張れ。カラちゃんありがとね。よし、じゃあ、マハパンチだ。いけ、頑張れ。猫だましか。うわー、結構入るね。急所か。じゃあもう一回マッパだ。よしよしよし。やっぱり身持ってる。効果抜群でこれか。いや、デンジさん強いな。ダブルアタック。うわー、危ない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 。結構きついな。じゃあもう一回マッパで。これで落ちるか。よしよし、オッケー。よかったー。次はオクタンか。じゃあコリマルに変えよう。コリマル頑張ってこい。じゃあここはスパークだ。よしよし、上取ってる。まあ一発は無理だよね。気合ダメだ。よし、ラッキーラッキー。これで次落とせるね。よし、じゃあもう一回スパーク。すごい傷薬か。まあでもこれは時間稼ぎになるだけだから大丈夫だね。
よし、スパーク。いけ。よしよし。じゃあもう一回スパークだ。さすがにこれで落ちるよね。よし、オッケー。いやー、コリマルナイス。おー、カバーがレベル44になった。わ、自信きた。やっとだ。じゃあ PP 的に穴を掘るかな。よーし、自信覚えた。よかった。あ、カラちゃんも52レベルになった。うわ、次レントラだ。うわ、いいな。じゃあここはカラちゃんに変えよう。こいつが俺の切り札。あー、これでラストだ。レントラを送り出した。うわー、エフェクトかっこいい。いやー、っていうかレントラもめちゃくちゃかっこいいな。よし、じゃあカラちゃん第一だ。あー、上取れてる。大丈夫大丈夫。さあ、どんぐらい入る？頼む。よしよしよし、完璧。カラちゃんすごい。うわ、やったー。これでバッチコンプだ。いやー、ジムリーダーのデンジに勝った。参ったな。君の気持ち、ポケモンのひたむきさ、戦ってるだけで熱くなる。とてもいい勝負だった。やったー、勝ったー。久々に楽しいポケモン勝負だった。いや、私も楽しかったよー。いやー、ありがとうございます。うわー、嬉しい。ビーコンバッジをもらった。やったー、揃ったー。ピーコンバッジがあれば秘伝技の滝登りが使える。ああ、ポケモンリーグに行くために必要なやつなんだね。いやー、もういよいよだね。あ、シールもありがとう。技マシン57を手に入れた。これはなんだ？お、チャージビームだ。あ、いいね、いいね。ああ、よかった。なんとか勝てた。よし、じゃあこの後は、そこだ。みかんのいたところまで行こう。チームバッジ全部ゲットしたよ。そうなんです。今ゲットしてきました。お、技マシン99を手に入れた。え、これは？おー、滝登りが使えるようになった。これがないとね、ポケモンリーグ行けないって言ってたもんね。はい、頑張ります。よし、じゃあ今日はポケモンリーグの手前まで行こう。あ、そうだ、スプレー使っとこうね。よしよし、オッケー。あ、海だからコリマル先頭にしとこうね。よし、じゃあ行こう。よし、この人で最後かな。そうっぽい。よし、じゃあ回復。ああ、もういい傷薬しかないんだ。じゃあちょっともったいないけどいいね。使っちゃおう。よし、オッケー。あ、やっぱこの先ポケモンリーグだ。じゃあ今日はゲームここまでにしときます。いやー、明日でラストだ。やっとここまで来れた。カラちゃんのおかげで無事ジムリーダーにも勝ててバッチコンプリートできました。明日はね、いよいよチャンピオンロードに行きます。そのためにはまず今日ね、生き延びないといけないので、熊に襲われないように気をつけないとですね。というわけで歯はさっきも磨いてきちゃったんで、片付けをして今日はこのまま寝ちゃおうと思います。よいしょ。いやー、お手洗いも済ましてから来てよかった。それじゃあおやすみなさい。ついに日本最東端の地に到着したいのちゃん。ノサップ岬ではタラバガニとサンマのお刺身で腹ごしらえをしてから一緒に冒険してきたポケモンたちと四天王に挑みます。レベル差がかなりあるけど大丈夫なの。最終回コリンク置物になる。